はい、国立国語研究所の石黒圭と申します。本日は日本語の接続詞についてお話をしたいと思います。こちらは、聞き手の父さんです。はい、一橋大学大学院生の陶芸と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では早速話に入っていきたいと思います。今日のテーマは日本語の接続詞です。で、今日のお話の目的ですけれども、この接続詞にはいろんな用法があるわけですけれども、その用法の広がりを概観して接続詞使用の勘どころ、使い方のコツみたいなものを学んでいただけたらと思います。で、今日の話の柱は4つになります。上から順に、まず接続詞ってどんなものだろうかっていう考え方、そして書く時の接続詞、文章の接続詞、それから今この講義をしているように一方向的にですね、話すような読話で使われる接続詞、そしてこういう2人で話すような対話の接続詞について順に見ていきたいと思います。それでは早速接続詞の考え方から入ってまいります。東芸さんに伺いたいんですけども、接続詞って一体何でしょうかね。はい、多分その文の最初にあって前と後ろの内容をつなぐものみたいな。はい。そうですね、そんな感じですね。大体接続詞っていうのはもちろん文の中に出てくることもないわけではないんですけれども、典型的には文の先頭にあって、その前の文と後の文の文脈の意味的な関係を表すものということになります。じゃあこれはちょっと難しい定義なんですけれども、具体的に接続詞っていうとどんな形のものがありますかね。そしてとかしかしとかですかね。そうですね、代表的なやつですね。そしてとかしかし、ここではだからというものを表して示してありますけれども、こんな風にですね、いろんな接続詞があります。この場合ですと、薬を飲んでよく寝た、よく寝たら風邪って治るものですよね。そういう順接の関係の時にはだからが入ります。そして下の方は薬を飲んでよく寝た。で、よく寝たら治るかなと思ってるけれども、実際は反対になってしまった、逆の結果になってしまったことを表すときは、逆接のしかしを使って表したりします。これが接続詞ですね。で、そもそも論なんですけれども、なんでわざわざこのような接続詞を使って文の前後の関係を示さなきゃいけないんでしょうかね。どうですか。そうですね。ちょっとこれ結構難しいです。ね、難しいですね、はい、これどうやって答えていいのか、いろんな答え方があるだろうと思うんですけれども、一つの考え方として文と文との間には結構意味の隙間っていうのがありまして、それは仮に文間というふうに名付けておきますと、その文間の距離が遠いと、文間が広いと、その聞いてる人あるいは読んでる人が次の文を読むときに心の準備ができてなくて、と思ってなかなかうまく読み取れないってことが起きるんですね。例えばここに例文が上がってますけれども、祖父が亡くなって10年になる。できることならば今日の私の晴れ姿を見てほしかった。これちょっと唐突な感じがあるので、ここにしかしというのが一つ入っていることによって、次にどんなものが続きそうかなということが予測できるということになって、このように予測をすることによって、そして続きを教えてあげることによって、次の文を読み取る心の姿勢を作ってあげようというのが接続詞の役割になります。で、ここからはですね、この文章、読話、対話の別にですね、接続詞の用法を考えていきたいと思います。まず、その書き言葉である文章の接続詞から考えていきましょう。で、書き言葉、文章というものは計画性があって、その時間をかけて遂行することができます。それでかなり長くなります。つまりその時間をかけて長く書けるので、かなりその文章を書くときに計算しながら丁寧に精密に書くことができます。そうした文章の性格がですね、この接続詞の用法にも反映されています。その、用法について今日は2つご紹介したいと思います。一つは機能領域というもの。それからもう一つは接続詞の組み合わせです。で、機能領域から見ていきたいんですけれども、ここに4つの接続詞を挙げてあります。要するに、例えば、
また、またはということになりますが、この4つの接続詞の違いって分かりますか？多分そもそもその前後の内容とか関係がちょっと違うっていうふうに。そうですね、はい、もちろん前後の内容と関係が違う、それはもちろんそうだと思うんです。でもそれはその通りなんですけれども、これ違うのは前後の関係だけでしょうか？ちょっと難しい質問になっちゃいましたけれども、実はその前後の関係だけではなくて、結びつける範囲というのが違ってきます。で、そういうふうなものを機能領域というんですけれども、どのぐらいの長さのものとどのぐらいの長さのものを結びつけるのかという、そういう範囲が違ってくるということがあるんです。で、ちょっとイメージをここに、図にしてみたんですけれども、要するにとかこのようにっていうものですが、これは前に大体長いものが来ます。で、要するにはポイントを示すわけですから、後ろは短くなります。前のものをまとめて言うということになりますね。同じように例えば物語文で最終的な帰着点を表すこのようにですとか、あるいはごめんなさい、論説文ですね。で、物語文の場合はこうしてというのが最後に来ることが多いと思うんですけれども、そんな風に長いものが最終的にまとめとして短く示される場合は、前の機能領域が長く後ろの機能領域が短いということになります。反対に例えばとか具体的にはっていうのは例を詳しく説明するものですから、後の機能領域が長く前が短くなります。で、またとか一方というものは、これはですね、長いもの同士を結びつける性格がありますので、前も後ろも長くなる。反対に、またはとかおよびっていうのは、前も後ろも短くなるような、そういうふうな性格を持っています。で、ちょっと次のこの文章を読んでいただきたいんですけど、これ長いですよね。頑張って読んでいただいてもいいですか？はい。クリスマスもお正月も終わった2月は、食品業界にとっていわば勝負の月である。例えば14日が近づくとバレンタイン商戦が激しくなる。近年ではプレゼント用のチョコレートだけでなく、自分へのご褒美を買う女性客が増えている。また3日の節分も従来の豆まきだけでなく、恵方巻きを食べる習慣が定着したことで、食品業界にとって重要なイベントになっている。具が豪華な高級恵方巻きが売り上げを伸ばす一方、恵方巻きを模したロールケーキも気軽に手を伸ばせるものとして受け入れられつつある。はい、ありがとうございます。随分長い文章をきちんと読んでくださってありがとうございます。ただこれだと少し読みにくいですよね。で、こういう例えばとかまたという機能領域を表す接続詞っていうのは段落の先頭にあると文章の構造が見やすくなります。図にしてみるとこんな感じですね。つまり前に文があって、この例えばでその説明があって、この例えばの中にさらに2つの事柄がバレンタイン商戦のことと節分のことがまたで結ばれるような関係になっているということです。こんな風に機能領域ということが分かると、すごくその文章が見やすくなるというのも接続詞の特徴で、文章を立体的に見せる働きがあるわけです。ではもう一つ、今度は接続詞の組み合わせというものを考えてみたいんですけれども、この次の、この括弧に入る接続詞を考えていただきたいんですが、昨日は徹夜で試験勉強した。今朝の試験の結果が悪かった。これ何入れたくなります？ここ。しかしですかね。しかし入りますね。確かにね。はい。昨日は徹夜で試験勉強した。そのぐらい必死で勉強したわけです。ですから結果は良くておかしくないはず。でも結果が悪かった。だからしかしになる。ところがですね、これだからも入るってわかります？昨日は徹夜で試験勉強をした。だから今朝の試験の結果が悪かった。これは例えばその徹夜で試験勉強すると翌日の体調悪くなって力が発揮できなかったりします。あるいは徹夜で試験勉強をするということはそれまでよほど勉強してこなくて追い詰められていたということにもなります。そうするとだからでもおかしくないですよね。これ結構面白くて、接続詞って前後の文の関係によって決まってくるものだ
論理的に決まるものだって思ってらっしゃるかもしれないんですけど、実はそうでもなくて、むしろ書き手とか話し手の解釈によって前後の論理関係が決まってくる。むしろ論理関係を決める働きがあるっていうことなんです。で、こういうものって割と高校入試とか大学入試とかで接続詞を入れなさいっていう問題は時々出てきますけれども、本当に接続詞ってこんな風に考えていいのかなって私は疑問に思うんです。で、例えばですね、メールなんかだと、例えばこういうパターンがあるわけです。メールの文面で、時効の挨拶がまずありまして、さてと言って、本題に入って、つきましてはって言って詳しく述べて、なおと言って補足を述べるというようなパターンですよね。あるいは料理を作る時のレシピっていうものがあって、まず材料が用意されていて、具体的な手順として、まず次にさらに、そして盛り付けの最後にって至るような、こういうふうなものもあるわけですよね。ですから、こういうような接続詞って、前後の間に接続詞が入るというよりも、接続詞が組み合わされていて、その組み合わされている接続詞の間に文を入れていくと、文章の構造はしっかりするっていう気がしませんかね。ちょっと特に、大学院生の父さんの場合には、こういうことを知っておいてほしいんですけれども、よく論文を大学院生の場合書くわけですけれども、その論文の用紙というものはですね、しかしそこでその結果という組み合わせで書けるんです。で、この組み合わせで書くことによって、その論文がどのぐらいきちんと書けているかという、その物差しの役割をするんです。例えばここでは、句読点の研究のちょっと用紙を紹介したいんですけれども、日本語の句読点の研究は多い。まずこれは句読点の研究をやるときの前提ですね。しかし、分析対象は日本人の文章に限られる。そうすると、そこで中国人の作文の句読点を分析した。つまり研究は多いんだけれども、日本人の文章のものしかない。だから、中国人の作文の句読点を分析するというふうになるわけです。で、分析すると、その結果、句点、丸ですね、当点、点ですけれども、もう日本人よりも中国人の方が多く使っていて、日本人が句点を打つところ、丸を打つところで中国人は当点を打つ、そういう傾向があることが分かったのようになると、これでその研究の価値も、明らかにした内容もきれいに分かる。このように、しかしそこでその結果パターンというのを覚えておくと、接続詞の使い方がより効果的になると思います。じゃあ次行きましょうね。次は、今度は文章ではなくて、このように今私が話しているような講義のような読話の接続詞について、考えていきたいと思います。で、読話というのは、ある程度、私自身が今日こんな話をしようと思ってプランを立ててパワーポイントのスライドを使ってですね、話しています。その点では計画性があるので文章と同じなんですけど、実はもちろんこの話自体は台本も何もありません。こんな流れで話そうというのが頭にあって、それをその場でですね、考えながら組み立てながら話していっていると。そういうところにこのような読話の特徴があって、それが接続詞の用法にも反映されています。具体的には、読話の接続詞の特徴として、2つのことを取り上げたいと思います。一つは、この接続詞の持っている流れに沿うというところの計画性ですね。それからもう一つ、その場で考えながら話すという即興性、この2つの性格について見ていきたいと思います。で、この接続詞というものを改めて考えてみたときに、さっき文の先頭につくという話をしましたけれども、接続詞って例えば10文の文章があったときに10文のうち何文ぐらいにつくと思いますか？1文が2文ぐらいですかね。正確ですね。これ日本人に聞くと大体3文とか4文、つまり3割4割って答えるんです。で、留学生に聞くと大体2割3割って答えるんです。で、どっちの方が実態に近いかというと留学生です。なぜ留学生の方が正確に知ってるかっていうと、その日本語という言語を客観的に見ようとしている。日本人の場合も感覚的に主観的にしか見てないので、実は日本語をよく知らないということがあります。
で具体的にはその文章のジャンルというものによって異なってきますけれども、新聞や小説では10分に1文で、論文ではだいたい4分に1文、そして今話しているようなモノローグ、その読話、講義では3分に1文ということになります。でこういうふうに話していた時に、今私が話している時におそらく最も多く出てきている接続詞は何だかお分かりになります？わからないです。わからないですかね。はい、これ出てきているのは実は4割近くをでというものが占めているということになります。今日の話はその日の調子によっても話し手の話し方によっても異なってきますので、本当にでが出てきているかどうかは後で自分で見直してみないとわからない。なんとなくそれはですね、頭の中で行われていることをそこまで考えてませんけれど、大体こういうふうに覚えてきたことをその場で再現しながら話そうとすると、なんとかですでなんとかですでなんとかですみたいに話すことが多いと思います。例えばこんな感じですね。ちょっと峠さん読んでいただいてもいいですかね。はい。朝ごはん、朝飯、朝食はそれぞれどんな動詞を取りますか？これ面白いんですよ。で、朝ごはんだったら食べるでしょうか。で、朝飯だったら食うですね。で、朝食だったら取るになります。そう、こんな感じでですね、でが連発されるということが話し言葉の中ではよく見られます。なんとなくこの黒丸がありますけど、この黒丸の代わりをでが果たしているような感じしますよね。こんな風にこれとこれとこれがありますって言って頭の中で朝ごはん、朝飯、朝食というふうに頭の中でその計画があって、その計画をなぞっていくときにでというのが現れてきます。こので以外にもですね、講義の中によく出てくる接続詞は他にもあります。その代表的なものとして似たものとしてそれからそしてあとというものを紹介しておきたいと思います。でそしてというのはこれは書き言葉でもよく出てくるものだと思うんですけれども、それからとあとっていうのはそんなに書き言葉の中では出てこない、話し言葉専用と言ってもいいだろうと思います。ちょっと下手な図ですけれども図を書いてみたので見ていただきたいんですけれども、でというとこの何かカゴの中にボールみたいなものが入っているとしますと、なんとなく芋づる式にですね、でというのはずる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 とこれを引っ張ってくるようないくつも引っ張ってくるのがでの働きになります。でそれからっていうのはこのカゴの中にボールが入っているとボールは分ですけれども、それからそれからそれからとなんかその玉入れの玉を数える時のような感じになります。そしてっていうのは一つ一つ取ってて、そしてこれでおしまいという感じ、手が離れる感じが出てますね。であとっていうのはまだ残ってたという時に出てくる言葉で、書いてる時にまだ残ってたって書くのは良くないことですから、あとというのは話し言葉で出てくるということになります。こうしたものが読話の接続詞になります。じゃあ、最後にですけれども、対話の接続詞について見ておくことにしましょう。で、対話っていうのは、これは、計画性がありません。相手の話に対応しながら話していくというところに特徴があって、それで、それがですね、その対話の接続詞の用法に反映されます。ですから、この対話の接続詞の特徴として考えておきたいのは、一つは対人性。で対人性っていうのは、相手がいるっていうことですね。相手が目の前にいるので相手に合わせて話すという、それが接続詞の用法にも反映されます。それからもう一つ、接続詞の副詞化と書きました。今日も実は、その接続詞として話しているものが副詞っぽいものがいろいろ出てくるなって感じた方もいらっしゃるかもしれませんし、私今日は接続詞というものを割と広く捉えてお話ししてるんですけれども、接続詞のようにですね、前の、内容と後の内容の関係を表すという役割というよりも、むしろその気持ちで接続詞を使うということがあって、そうすると前後の文脈の関係を表しているというよりも、その話し手の気持ちを表すことになるので、それが副詞っぽく見えてくるという、そういう話をちょっとしてみたいと思います。それでちょっと考えていただきたいんですが、その読話、先ほど見た講義のようなものの接続詞の代表がでだったんですけれども、そうすると対話に出てくる接続詞の代表って何だか分かります？対話ですか？わからないです。そうですかね。はい、
これは実はデモというのが一般的には多いです。でその後にじゃあとかあるいはでというものが続いていくような感じですね。でデモっていうのはあんまりでも評判がいい接続詞ではない気がするんですよね。なんかでもってでもを連発する人の性格ってどんな性格の人に思いますか？やはりなんか相手の話を否定しようっていう感じがしてしまいますのでっていう。そうですね。なんか相手の話を否定して自分の説ばかりを述べる人とか、あともう一つここにも書きましたけれども、なんとなく言い訳の多い人という感じがする。そういう譲らない人というイメージがある。でも今デモって使っちゃいましたけど、ここにデモって出てますが、実際にはどんな人でも自然に使う接続詞だろうと思います。それにそんなに連発すると確かに人に不快感を与えてしまうこともあるかもしれませんけど、でもそれほど普通に使っている分には違和感はないのかなと思います。そういうちょっと対話のデモを見てみたいと思います。まず聞き手に寄り添うデモということで、ちょっとじゃあ A のところ読んでいただいてもよろしいですかね。はい、暑いですね。もうここ3日ぐらい大変ですよね。本当。でも今日はまだいい方ですよね。こんな時にデモっていうのが出てくる。別にこれは相手の言ってることを否定してるというよりも、相手に寄り添いながらその話の感じが悪くならないようにデモを用いているということが言えるでしょう。じゃあ、次ですけれども、謙虚に弁解するデモというふうに名前つけました。はい。ご専門は何ですか？留学生に対する日本語教育です。それは国際的、すごいですね。でも日本語しかできないんですけどね。これは、実際私日本語しかできない人間なんですけど、そんな風にですね、言い訳をしているといえば言い訳をしている。国際的といっても日本語しかできないっていうことなんですけれども、それは事実ですけれども、一応なんでしょう。それほど嫌味にはならないというか、一応謙虚に答えているということになるんだろうと思います。もう一つ例を見ておきましょうか。話題を転換するデモになりますけれども、はい、大学院に行ってるんですか？日本語教育をもっと深く学びたいと思って。そっか、勉強頑張ってるんですね。でも大学院って大変じゃありません？そうですね。ここにはその沈黙というのが入ってるわけですけど、沈黙がないとで話を続けていくと思うんですけども、ちょっと沈黙が入ってお互い気まずくなりかけた時にどうやって話を始めるかというと、何も接続詞を入れないで始めるよりも、でも大学院って大変じゃありませんのように、でもというのを一つ入れることによって話を続けやすくなる。こんな風に相手との関係が気まずくならないように沈黙を避けて話を続けていく場合にデモというのが現れます。でもう一つ見ておきたいのがですね、この接続詞の論理の希薄化、ちょっと難しく書きましたけども、こういう風な対話ではその接続詞の論理よりも接続詞の心理が優先される、心の気持ちの方が優先されるという話です。よくその話聞いてると逆にっていうのが癖になっている人がいて、その逆にっていうから本当に逆のことを言ってるのかなと思ってその話の前後を見てみると全然逆でも何でもないっていう人がよくいますよね。そういうのが論理よりも心理の接続詞と言えると思います。こういう例えばその会話の中ではですね、だからになってないだからなんて出てきます。だからさっきからもうしないって言ってるでしょって。例えば子供が親に対して、親からいろいろ言われてですね、親に対して逆ギレしてるような感じの文ですけれども、もう分かったよっていう感じでだからって言ったりすることがあると思います。この下の方は反対にですね、例えば親が子供に叱る場合、例えばコップの中のジュースをこぼさないように両手で持っていけと言ったのに片手で持ってってこぼしちゃった場合、だから両手で持ちなさいって何度も言ったのにとか言って怒って言うような場合ですよね。だからとかだからといったような、こういうだからの中にはいわゆる因果関係のだからというよりもその人の気持ちの苛立ちみたいなものが現れてくると思います。次は転んじゃった場合ですけども、こけちゃったってか笑わなくたっていいじゃん。
てかというのはもともとていうか、もともとの形はというかですよね。前後の関係を言い換えるときに出てくるものの短くなった形がてかということになると思うんですけれども、そのようなものがですね、その前後の関係がないときに、言い換えでも何でもないときにてかが出てくる。あるいはなんか美味しいラーメン屋さんに入って話し始めるときに、てかこのラーメンのこってり感マジやばくねみたいな感じで、若い人が言ってたりする。このてかに何の意味があるのかというと、話を新たに話し始めるとか、突然話を切り替えるという以上の意味がない。しかし今日は暑いですねっていったようなことも使うかもしれません。そのしかしも別に逆説を表しているわけではなくて、話し手の気持ちを表している。つまりこのような対話の接続詞の中では、論理よりも真理が優先されていくという、そういう傾向があるわけです。ですから接続詞を使うと論理的だというのは、書き言葉文章では当てはまるんですけれども、話し言葉では当てはまらないケースも結構多くなります。じゃあ、以上話してきたことをまとめましょう。今日4つお話ししましたね。1つ目はまず接続詞というものの考え方、定義ですけれども、基本的にはその接続詞の前後の文と文との関係、文脈の関係を表すものです。ですが、読み手あるいは聞き手の立場からすると、その次にどんな風に進んでいくのかということを予測させて、後続文脈の方向性を絞って唐突さを避ける、そして次の話を聞く心の準備をするためのものなんだということを一つ目としてお話をしました。で、二つ目は書き言葉、文章の接続詞ですけれども、この接続詞が結びつけるのはもちろん関係なんですけれども、同時に重要なのは結びつける前後の範囲ですね。要するにのように前のものが長くて後ろのものが短くなったり、反対に例えばのように前のものが短くて後ろのものを長く説明したりするということが重要で、それが文章を立体的に分かりやすく見せる効果が接続詞にあるというお話をしました。それからですね、組み合わせですね。例えばメールのさてつきましてはなお、また論文の用紙に現れてくるようなしかしそこでその結果のように、接続詞の間に文を入れていくという、そういう新たな発想もあって、それによって文章が説得的になるということもお話をしました。それから、3つ目ですけれども、読話の接続詞ということで、なんとなく私たちはこんな風に話をするときに、話の流れを意識して話をするわけですけども、その話の流れを抑えていくときに出てくるですとか、その場で考えているとき、思い出すときに使うそれからとかあとというものが、このような記憶を手繰り寄せるときに現れやすい読話の接続詞であるということをお話をしました。そして最後に対話の接続詞ですけれども、こんな風に、目の前に相手がいる場合というのは、むしろ何を伝えるかというよりもどう伝えるかということが重要になって、相手の気持ちに配慮することが、増えてくると思います。そのためですね、むしろその接続詞の前後の関係を表すという論理よりも、その場の話し手の気持ちを表すという心理が勝る傾向にあって、その接続詞が次第にですね、接続詞というよりも副詞化していくというようなことが起きてきます。こんな風に接続詞について見てきたんですけれども、最後に感想を伺ってもいいですか？感想ですか？はい、特にその対話の部分で結構デモがそんなに悪い印象でもないっていう話はとても面白かったです。あ、そうですか。そう、はい、いろいろ。実は陶芸さん接続詞の専門家だったんですけれども、なんか今日はわからないふりをして付き合ってくださいました。でもこんな風に接続詞っていろんな用法がありますので、こんなことを抑えながら日々のその接続詞の生活というのに役立てていただけたら良いかと思います。本日はありがとうございました。